今11時半です。今日は午後に有楽町の方で仕事があるので、早めに家を出て有楽町でお昼を食べようと思ってたんですけど、気づいたらもうすぐあと30分ぐらいで家を出る時間なので、なんか適当に食べて家を出たいと思います。では行ってきます。今日はフォーマルな場に行くので、久しぶりにエンダーのこのバッグを、革のバッグを持っていきます。では行ってきます。今朝の9時半です。今日は11時から美容室予約してるので、それまでカフェで読書をしたいと思います。去年の上半期は確か22冊ぐらい本読めたんですけど、下半期は仕事とか忙しくて時間なくて全然読めなくて、ほんと積んどく状態だったので、今仕事が落ち着いている時期に溜まってしまった本を読み進めたいなと思ってます。今から言っても多分1時間も読めないとは思うんですけど、なんか読みかけの本が多くて、どれもエッセイなので話を忘れるっていうことはないんですけど、読みかけの本が多いのが気持ち悪くて、早く読み切ってしまいたい。今日は本当カフェで読書して美容室行って帰ってきて動画編集するか、でも家のこともやりたいしなっていうぐらいで、仕事は落ち着いてるんで、帰ってきてから考えようかな。いつも通り自転車移動なので暖かい格好で。それでは行ってきます。かけてます。純正でこれも買って、そうあったかいって思います。人がよかったですみたいなコメントとかも、いや本当に信じられないです。いい感じです。もうちょいできたね。いけそうですよね。今美容室から帰ってきました。今回もすっごい綺麗な赤にカラーしてもらいました。またこの辺がヘルメットの跡ついちゃってるんですけど、前髪も切ってもらって視界も良好です。今2時過ぎぐらいなんですけど、やりたいことはいろいろあって、家の掃除とかもう読書もしたいし、編集作業もやりたい、どうしようっていう感じで、仕事がないとそれはそれで肩の荷が下りすぎてるのか、一日何をしたかなみたいな日もあるんですよ。今その状態かもしれない。優先順位のつけ方が
わからなくなる感じになってます。とりあえず今日は髪をカラーするっていうことができただけで大きな達成感なので気分はすごくいいです。6時半、4時間ほど経ちました。あれから、自転車で行ったので汗すごいかいてたんで、まず着替えて、でその後結構本気の掃除をしたので動画は撮れず、それから読みかけだった工藤レインさんのもうしばらくは早歩きというエッセイを一気に読んで、今6時半ですね。もうそろそろ晩ご飯作ろうかなって思うんですけど、昨日の夜がチゲ鍋だったんで、そのスープを残してるので、そこにご飯を入れてクッパビビンバみたいな感じでチーズも入れちゃったりして、であとは鶏胸肉を茹でて、それから豆苗とパクチーのサラダを作ろうかなと思ってます。私は馬グッズが好きでして、今年馬年だからなんかいいのあるのかなって思って見てたら、マリメッコの干支である馬にちなんだニューイヤーコレクションっていうのを出してて、一部店舗限定商品があるみたいなんですけど、馬のイラストが入った T シャツとかティーポット、マグカップ、コーヒーカップとかあるんですけど、可愛くて、可愛い。これ何これ、コレクティブルジャーっていうのがあって、めっちゃ可愛い。これトートバッグも可愛いし、ストールも馬柄あるし、こんなキーホルダーもあるんですよ。可愛い。めっちゃ可愛い。しかしマリメッコちゃんとしたお値段ですので、要検討したいと思います。それが今日あった発見ですね。そんなところで、どんなところでいただきます。ジャンキー。
今朝の9時半です。今日はこれから彼とズートピア2を見に行ってきます。化粧ポーチで、これはリップだけが入ってるポーチ、財布、小銭入れ、薬ケースに明治神宮で買った交通安全のお守り入れてます。やっぱ自転車に乗る機会が多いので、私は今年交通安全のお守りを買いました。今日は電車で行きますが、でティッシュポーチでウエットティッシュ、エコバッグで、昨日コンビニで買ったのざ飴、映画館に行くのでメガネはあやめです。ちょっとべっこっぽいフレームのやつ。あとなんかハンカチ、今日のハンカチはビビアンウエストウッドのハンカチにします。インナーと同じピンクが入ってるやつ。 GR4 持っていく。で撮影で使うハンディカム持っていく。で今撮影に使ってるこのカメラも持っていきます。今日は日比谷とか銀座のあたりに行くので、ちょっといつもよりレディーな感じで行きたいと思います。デニムワンピース、寒いんでカーディガン羽織って、これ多分 Vlog に登場したことないかもしれないんですけど、フェンディのヴィンテージのコートで、私が持っている古着中で唯一ハイブランドのそのヴィンテージのコートです。じゃあ久々に着た襟のところがレオパード柄になってて、内側の部分もちょっとだけここまでは見える部分はこの柄が入ってるポンチョなんですけど、強そう。20代の頃はこう気持ちも強かったんで、今も強いけどいい感じだったんですけど、30代になってなかなか着る機会がないです。でもこれ逆に 40,50 代になったらまた着れるんじゃないかと思ってます。ロングブーツを履いてくるので、見えないところにヒートテックの靴下履いてます。どうする？どっちから行く？もうすぐ10時半になるところです。これから彼と出かけてきます。本屋さんに行ったり100均に行ったり、大好きな古着屋さんに行けたらいいかなと思ってます。今日も自転車移動なので、上は冬とは思えないハイネックと、夏は半袖1枚として着るようなトップス、ちょっと長めのやつと、あとお気に入りのザラのバミューダパンツ。自転車移動は便利なのでこればっかりになっちゃいます。そして古着のダウンを羽織ってブレディのショルダーバッグで行きたいと思います。カメラ機材はこちらに入れていきます。
レー？チキンカレーで。食べやすい。美味しい。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、今からね。はい、お願いします。はい、今です。はい。これ買えるだけ買いたい。大人買い。いくらこれ100円。へえ。5本ぐらい買っといていい？いいよ。本当にこれないんだよ、なかなか。はい、OK。グルメマイスターよきちゃんやります。あ、マシュマロよきちゃんだ。うん。でも可愛い。可愛いね。長澤くんいいキャラしてるよね。ねえ、長澤くんいいよね。わあ、なんかたまちゃんな気がしてきた。すげえ。やった。かわいい。かわいい。今晩ご飯を食べ終わったところです。今日買ってきたものを紹介します。今日はダイソーとハンズとガチャしかしてないので、それになるんですけど、まずダイソーで買ってきたのが一つ目がこちら、オセロです。彼と今オセロにハマってまして、毎晩オセロを対決してるんですけど、ずっとアプリで iPad でやってるんですけど、それはアプリ側が勝手にひっくり返してくれちゃうんで、ちょっと風情がないというか、やっぱり自分でひっくり返したいということでオセロを買いました。この大量買いしたのがユアグラムのアイブロウペンシルです。これなんか最近見かけなくて、でも今日渋谷のダイソーに行ったらあったんでまとめ買いしてきました。ユアグラムスリムスケッチアイブロウペンシル。このアイブロウペンシルが私はとにかくお気に入りで、色は結構種類があるんですけど、私は髪色が明るいので4番のバーガンディブラウンっていうのを使ったり、そんな色はこだわりなく、何がいいかというとペン先が細いんですけど、眉毛一本一本描いてる感じで描けるんですよね。これがすごくよくってちょっと伝わんないかもですが、こうササササササって描いていくんですけど、のっぺりした眉になんないんですよ、これ使うと。芯がね程よい硬さで、それもよくて、何よりこれが100円っていうところがね、こっち側はちゃんとスクリューブラシになってるし優秀なんです。これが最近見かけるこれより太いスリムじゃないバージョンも買って使ったんですけど、やっぱそれ使うと色がつきすぎちゃうって1回の差ってやつで、これが鉛筆みたいな感じで描けますっていうのを5本買いました。そしてこちら、これ名前なんだ、ミニルーター 3V タイプっていうガラスの模様彫りやプラモデルの加工にっていう電動、ここに単4電池を2本入れて電源をピッて押すとブーって言って振動で穴が開けられるっていう
もの、説明が下手くそで申し訳ないんですが、別売りのこのミニルーター用ドリルっていうのを買いまして、これをここの先端に装着できるんで、このドリルを使ってガチャガチャでゲットしたフィギュアの頭に穴を開けて、それをキーホルダーとして作ってみようと思って再三言ってるんですが、家での置き場所がないので、キーホルダーにしたらもっと持ち運ぶし使えるのではないかと思いまして、キーホルダーを作ってみようと思います。それで、ハンズに行って買ってきたのがこちらの4つなんですが、まずこれがフィギュアの頭につけるヒートンってやつ、二重リング、そしてキーホルダーのフックになる場所、これは後日作ってみる時に動画を撮ってみたいと思います。そして今日ガチャガチャでゲットしてきたのが2つです。こちらグルメマイスターヨピちゃんのガチャです。私はこのキャラクターを知っていたわけではないんですけど、今日シープラに行って見つけて可愛かったので回してきました。なんか食べ物に見立てたキャラクターなのかな。みたらし団子ヨピちゃん、マシュマロヨピちゃん、リンゴヨピちゃん、卵焼きヨピちゃんっていうのがあって、これがマシュマロヨピちゃん。当たりました。ゆるかわです。ちびまる子ちゃんの安全ピン付きブローチというかピンバッジ回してきました。そして狙ってた長澤くんをゲットできました。これはもうトートバッグにつけようと思います。以上が今日の購入品とガチャの戦利品です。住職すごっ、夏い。アプリでやるのと違うね、よく見るやつや、その手ばっかり。攻めるね。攻めるじゃん。どういうつもりだ。ちょっと何？遅っ。まあそれ釣っていくといいか。はい、これからダイソーのドリルを使ってキーホルダーを作りたいと思います。記念すべき1つ目のキーホルダーになっていただくのがこちらのギズモです。回ってる。ごめんよ。意外といけた。そしてこのヒートン、このヒートンを開けた穴にくるくるとねじ入れていきます。こちらの二重リングをヒートンに通します。入りました。そして最後このキーホルダーパーツに通します。お手製キーホルダー第1号がこんなにハッチポッチステーションのジャーニーとトランクもやってみようと思います。